こんにちは。PTA 鳥チャンネルです。今回、第2回目の、放送になりますが、前回いかがでしたでしょうか。今日もですね、ニュースを3本お伝えした後、深掘りのコーナーでは ANA の2階建ての飛行機 A380 のエコノミークラスで、ベッドのように横になることができる追加料金を払って、横になれるカウチシートについて、深掘りをしていきたいと思います。今日もぜひ最後までご覧いただければと思います。それではスタートです。それでは今週のエアラインニュースです。JAL ドリームエクスプレスディズニー100国内線で運航開始。 JAL はウォルト・ディズニー・カンパニー100周年を記念し、特別塗装機 JAL ドリームエクスプレスディズニー100を12月6日から国内線に投入します。機体はボーイング767型機です。 JAL ドリームエクスプレスは今回で12機目となり、キライ色ジャーニー、一人一人が持つきらめきの色で新しい旅の物語を彩ろうのコンセプトのもと、機体にはミッキーマウスやミニーマウスのほか、 JAL ドリームエクスプレスでは初めてディズニープリンセスのエルサやピクサー作品のキャラクターたちも描かれております。機内では全7種類の限定版のヘッドレストカバーや全9種類の紙コップを用意しており、2023年夏頃にさらに9種類の紙コップが登場します。全7種類の証明ステッカーを1搭乗につき1人1枚プレゼントするなど、ディズニー好きにはたまりません。2024年2月頃まで投入される予定です。このニュースですが、日本航空 JAL、ずっとディズニーの、機体のラッピングをした飛行機というのが出てて、ディズニー好きにはすごいたまらない、ものですし、あとよくあるのは偶然その飛行機に当たってテンションが上がったっていう話もありますので、そういった中で特に地方から、東京にやってきてそのままディズニーランドに行くバスっていうのは今長い列がいつも週末なんかはできていますけど、今回ね、コップなんかもディズニーのキャラのものですし、あと搭乗の証明書というか、証明のステッカーももらえるということで、ディズニーファンにはたまらないものなのかなというふうに思います。では続いてのニュースです。デルタ航空、堀米雄斗選手と契約。現在日本路線は5路線。デルタ航空は11月29日にプロスケートボーダーで東京オリンピック金メダリストの堀米雄斗選手とオフィシャルエアライン契約を締結しました。デルタ航空は世界各国の競技会に出場する堀米選手の移動をサポートするとともに、堀米選手はデルタ航空のブランドアンバサダーとして広告キャンペーンや販促活動に参加します。デルタ航空は日本路線を徐々に戻しており、2020年3月末からは東京での発着をすべて羽田空港に移管しております。現在、羽田からシアトル、ロサンゼルス、アトランタ、デトロイトの4路線、中部からデトロイトの1路線の合計5路線を運航しています。羽田空港にも新しいラウンジ、デルタスカイクラブを7月29日にオープンしています。こちらのニュースですが、堀米選手、東京オリンピックで金メダル取られましたけど、ちょっと旅行会社向けのセミナーデルタ航空がやった時、僕もちょっと取材に行ってたんですが、そこでまさかのサプライズの登場で、私も生で初めて堀米選手見させていただきましたけど、今ロサンゼルスに拠点を置かれてて、それで普段からデルタ航空に乗っているということもあって、日本の往復のサポートとか、あとアメリカの国内のサポートをしながらいろいろPR をしていくという、そういった位置づけなんですが、デルタ航空っていうと、昔は旧ノースウエスト航空っていう、ここの旧ノースウエスト航空と旧デルタ航空が合併して、デルタ航空っていう風になって、いますけど、昔は成田空港にいっぱい飛行機止まってましたが、2020年の3月末に全ての路線を羽田に移管はしてたんですが、コロナの影響で、
ほとんどの便が飛んでなかったんですが、今年の10月末からのダイヤで言うと、シアトルとロサンゼルス、アトランタ、デトロイト、この4都市、中部からもデトロイト飛ぶので、路線としては5つになりますけど、ただ堀米選手も言ってましたけど、やっぱりデルタハワイに早く戻してほしいというところで、やっぱりそのあたり、需要が戻ってくれば、早いうちにハワイ線も再開させたいなっていう、そういった意向も持っている中ですけど、少しずつ動き出しているかなという、ところがありますので、デルタはね、もともと結構スポーツの選手の契約も多いので、今回は堀米選手と契約したということで、かなり盛り上がるのではないかなというふうに思います。はい、では次です。羽田空港国際線の第3ターミナル保安検査場混雑で早めの空港到着を呼びかけ。東京国際空港ターミナルティアットは国際線が発着する第3ターミナル保安検査場が混雑していることから早めの空港到着を呼びかけています。12月2日にホームページ上に掲載されましたが、特に午前8時から午後0時半までの間に出発するフライトでは保安検査場の通過に最大で1時間程度要する場合もあるとのことで、鳥海さんも11月上旬に台湾へ向かい際にも20分ほどの時間を要したそうです。コロナ前に上級クラスやマイレージの上級会員向けに設置されていた優先レーンは現在も閉鎖されております。また、航空会社のチェックインカウンターも混雑しているため、対象時間帯のフライト利用者は通常よりも早く到着する必要があると呼びかけています。はい、こちらのニュース私も実感をしてたんですけど、いよいよ空港会社の方もホームページで出したんですが、午前中かなり混み合っていまして、エコノミークラスとか、通常のレーンになると航空会社のチェックインでも場合によっては30分から1時間かかるってことが実際出てますし、あとはその上級会員とか、さっき言ったビジネスクラスとかファーストクラスに乗られる方も、保安検査場が成田はようやく少し一部優先レーンできたんですけど、羽田はすべて、同じ列に並ばなきゃいけないということもあって、私も20分かかりましたし、30分以上かかっているという話もよく聞くので、国際線がやっぱり戻ってきたなってことも実感できるんですが、ただ、行列だけ言うとコロナ前より長いかなと。っていうのはちょっと半分しかまだ保安検査場を開けていないっていうところと、ちょっと取材をしていると、どうもやっぱり人手不足の問題があって、なかなか、まだ人員が割けていないっていうこともあるので、そのあたりも含めて、ちょっとこれから年末年始で海外行かれる方、増えてくると思いますので、改善してほしいとともに、ちょっと早めに、やはり2時間前には空港に到着するように行かれた方が今はいいのかなというふうに思います。それでは、今週の深掘りコーナーです。ANA のエアバス A380 カウチシート、子供連れの旅行に最高、大人の一人利用もあり。さて今週は、今回鳥海さんが11月に行ったハワイで、総2階建て飛行機エアバス A380 の1階エコノミークラスの最高峰にあるエコノミークラスでベッド状態になるカウチシートを取材してきました。家族連れにも最高ということで、今回深掘りをお願いいたします。はい、ハワイに行く ANA の、飛行機でエアバス A380、520席全部である、飛行機なんですけど、2階が、ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミーと、ありまして、1階が、エコノミークラスということになるんですが、1階の一番後ろの、部分、において、カウチシートといって、これもともとニュージーランド航空が、開発したものなんですが、飛行機の足元が上に上がることによって、エコノミークラス、窓側だと3席、中央だと4席、これをもう完全にベッドの状態にすることができる席、これをカウチシートというんですが、これを導入したんですが、私も2回利用させていただいている取材で乗りましたけど、やっぱりちょっと非常に良かったなということと、少しずつ浸透してきたようで、11月に乗った時に、家族連れの方が、かなり乗っていらっしゃったということも含めて、ちょっと改めてそれについてちょっとお話をしていきたいと思うんですが、あくまでも飛行機のクラス自体はエコノミークラスですと。
まずエコノミークラスの航空券を普通に買っていただいて、でその後、座席指定をするときに、一番エコノミーの後ろの方で、3席ブロックかもしくは4席をブロックできるような形で画面が表示されるんですが、それを選ぶと、追加料金を払うと利用できるんですが、よく空いてる飛行機で、3席ゲットとか4席ゲットって形で、1人で横になることができるんですが、先ほども話した通り、足元を上げられることによって横幅が広くなるので、一番多いのは、お客さん的に多かったのは3席のところに大人1人、子供1人と。だからご家族で、お父さんお母さんがいて子供が2人いる方は2列取ってましたね。そのお父さんと、お子様1人、お母様とお子様1人っていう。で、じゃあいくらするのかということで、今の例で言うと、航空券は普通にエコノミークラス、これ時期によって変わりますけど、じゃあこの3席の、席を2人で使う場合、でちょっと年末年始とか、ゴールデンウィークとかちょっとハイシーズンは少し上がるんですが、それを除けば基本的には、2万円片道払うと、この、2人で2万円ですね。で、払うことによって、3席のところを2人で使うことが、できるというふうに、そういったような形になっています。で、もしこの、3席を1人で使いたい場合、いわゆる大人1人でもう完全に、ちょっと、出張とかで、ハワイで出張少ないかもしれないですけど、エコノミークラスの航空券を買って、利用したいときっていうのは、この3席の場合は6万2000円。エコノミークラスの料金プラス払うことによってできますし、あと真ん中の4人掛け、僕はちょっとこの4人掛けで、多分後でこの喋ってる時に多分僕が寝てる写真も出てくると思いますけど、4席を1人で使う場合は9万8000円追加ということで、利用できるようになってますので、もう快適に過ごせるならありですね。それとね、あとあるパターンは、大人2人でお子様2人の場合で、4人で、お父さんお母さんは、4人掛けのシートをカウチにして、カウチってのは1席ずつ上げられるので、両端通路側で両親が座られて、真ん中だけ上げて、子供2人が横になるっていうやり方もできるんですが、その場合だともう4人で1万3000円払えば、使うことできますので。払った方がいいですね。そういう使い方もできるんですが、一番多いのは3席掛けを2人で使うっていうのが、多いのかなというところと、ちょっと僕の体じゃ無理ですけど、例えば、ご夫婦の方で細ければ、4人掛け2人で、大人2人でも頑張れば寝れるかなということも、できるのかなということで、新婚旅行で使われる方もいるかもしれないかなっていうところですけど、ただ現実を言うと、やっぱりお子様連れで、その子供を完全に横にさせたいっていう形でやっぱり取られてる方っていうのが、圧倒的に多いのかなっていうところと、あとやっぱり飛行機ファンの方で、やっぱり乗ってみたいということで一人で乗られる方もいらっしゃいましたけど、さんと同じような感じで、そうそう3席掛けでプラス6万2000円なんで、おそらくプレミアムエコノミーよりは高くはなるとは思うんですが、でもビジネスクラスに比べればそこまでは、それに比べたら断然安いので、よく言う飛行機で横になりたいという希望があるんだったら、もうかなり利用する価値はあると思いますし、あくまでもエコノミークラス扱いですので、機内食もエコノミークラスと同じものになりますけど、そういったような使い方があるかなと。で、ほとんどのシーズンがローシーズンで、ちょっと春休み期間と夏休み、それからあと年末年始、春休み、この期間だけはちょっと料金が上がってしまうので、その追加料金もさっきの一番多いケースの、2人で利用して3席掛けが、さっき2万円追加って話しましたけど、ハイシーズンちょっと5万円に上がっちゃうので、やっぱり座席を占領してしまうってことがあるので、そうなってしまうんですけど、で、ちゃんとね、敷布団があって、それで大きい枕がついてきて、それで毛布も別でまたもらえますんで、普通のエコノミークラスのまた毛布と違うものがあって、それであと寝てる最中にちょっと専用の金具があるんですが、
ちょっとあるANA の社員の方が乗ってたのを僕動画で撮ったのも、今流れてると思いますけど、シートベルトも専用の普通のベルトだと寝ちゃうとダメじゃないですか。そうですね。で、それを延長する、また専用のシートベルトを貸し出してくれて、で、それをつけてちゃんと、お腹あたりの部分でかかって、万が一揺れていても、その寝てる状況のままで、大丈夫ですよという、そういったような、形になってますので、なので、そのあたり、まずベッドの作り方っていうのも面白いんですけど、そういったところ含めて、ちょっとね、ホームページ見てもらいながら、家族連れには間違いなくいいものですので、あと、一人で乗ってみても面白いのかもしれないというところで、ぜひローシーズン期間特に狙ってみていただければなというふうに思います。はい。はい。PTA 鳥チャンネル、次回もお楽しみに。今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。